はい。皆さん、こんばんは、テレスドンです。ひまわりです。さあ、今日はね、東部の塗装ですね。始まり、始まり。始まんねえな。おい、来た。頭、頭部というか、実はこれ髪の毛はもう終わってて、大した見どころもないから動画にしてないですね、実は。金髪の方ですね。うん。で、この、なんていうか、悪魔化した部分を塗ってますね。鱗みたいなことなんなんだろうね。どう表現。イメージとしては、角。うん。角っぽい感じだね。うん。最初は、線でもって色乗せてんだけど、後で点打ったり、また線引いたりして、独特の感じを狙ってます。うん。今日も腕の動きがよくわかる動画だね。おかげさまで大好評なのなのかどうなのわからない。わかんないんだ。なんかこれは初めて見たときにさ、ウォーハンマーのさ、ああ、あれね。なんだっけ、テラニだっけ。あ、そうそう。それさっき言おうと思ったんだけど、名前出てこなくて言わなかったんだけど、なんだっけな、ティラニットだっけ。そんな、うん。ぽい感じだね。色の入れ方は。なんか参考になりそうだなとか思って見てたんだけど、実際そうでもなかったとはちょっと違ったよね。そううん。いや、ほら、さっき言ったけど、ドットってかさ、点打ちするからさ、ちょっと違うかな。ああ、点描はやるけど、全体的にはティラニットっぽい感じを意識はしてたね。そうなんだ。うん。ただね、こうやって最初こうやって塗ってたんだけど、なんかあんまり面白くないなと思って。それで途中で点打ち出したんだよね。でも難しくないこれ。そういう、なんか。難しいとは。いや、それ以外にどう塗るのっていう感じじゃない塗り方。うん。いや、そうなのさ。だから、結局点を打ち出したんだ。うん。ここのね、色も塗る人でガラリと違うね。えああ、いやいや、だから今ここ塗ってるでしょ。うん。これ紫を選択したけど、もう、なんつうの。これ塗ってる人は結構世界中にいるけど、みんな色違う感じだね。うん。あ、声は何色だったかな。あんまりね、こんなバキッと色変わってなかった気がする。うん。まあ、これの動画が公開されるのが何月かわかんない、いつかわかんないけど、パレフォのコンテストがとうとう受付開始したね、作品のね。しましたね。皆さん出したかな。何人かもちらほら出してる人いたね。そうだね。まあ、秋葉原のボークスが、まだ前回の紹介が終わってないけど、多分もう一生作品紹介し続けることになるんじゃない。まあ、全部の作品にすごいちゃんとコメントつけてるからね。しかもこの作品数ってさ、毎回増え続けてるでしょ。いつかパンクするんじゃない。一人の人がやってるのかな。何人かで手分けしないと。いや、多分あれ、店長が一人でやってるっぽいんだよな。うん。まあね、昔キングオブファイターズって格闘ゲームあったけど、それ毎年出ててね、格闘ゲームなんて、バランス調整にすごい時間かかるのに、毎年出るもんだから、実際バランスなんか取れませんよっていう話だった。で、確かに、
なかなかアンバランスなゲームだったんだよ。ちょっと、これさ、生え際さ、そういえば顔塗るときさ、生え際緑にしてたじゃん。なんでって聞かなかった？あ、人間はその、頭皮っていうか、手の生え際は、ちょっと緑色なんだよ。と言われている。ところが、この人、なんつうの、髪の毛がオールバックっていうかさ、オールバックかつ半分はないっていう状態で、その緑がなんかちょっと強めに残ってしまったんだよ。うん。関係ないかったけど、なんかちょっと今すごい緑が残ってるなと思って、本当。うん、まあ、もともと今関係ない話してたからね。キングオブファイターズがどうとか。しかもわかんないから、なんかほとんど聞いてない。で、たまにね、毎年出るんだけど、あ、続けるの。94年から出て、毎年出てて、たまにすごいバランスいいやつ出るの。98と2002。なんでかね。なぜか4年に1回出るやつ、バランスがいい。いや、これ、あれなんだ。さ、尾形幸太郎さんっているでしょ。たまに、ツイッターで見る。点打ってるやつ。すごい、派手な塗り方する人。点っていうか、もう点っぽい、原色のままみたいな。尾形幸太郎さんって元 SNK で、キングオブファイターズ94と95でドット絵返したらしいんだよ。で、ワンフェスの会場にいたんだよね。この人が。でも顔写真載せてるよね。サムネ顔写真じゃなかった？そうそう。この人が KOF のドット打ってたのかって。ワンフェス行った時なんか言ってたような気もするな。まあね、聞いてみたいことはあるんだけどね。これとは全く関係ないんだけどね。その、KOF のドット絵のことに関してすごい聞きたいことあるんだけど。いや、さ、なんていうの、色彩感覚というかなんか独特でさ、すごいね、すごいなと思って、猿塗ってるやつあるじゃん。バストモデルの猿かなんか、あれめちゃくちゃいいなと思って、なんか、真似したいなと思ったけど、できるわけもなく、ね、すごいよね、あれね。多分セオリー的には、明るいところが単色で、暗いところは寒色なんだろうなっていうのは、わかるんだけどね。じゃあ実際やってみなさいって言われた時にさ。しかもやったら、それパクリだろうって。まあ確かに。確かに。いや、リスペクトだから。リスペクトのパクリ。そうパクリだけど。言い方だよね。でね、その、尾形幸太郎さんに聞いてみたいことっていうのがね、そのキングオブファイターズの前にラストリゾートってゲームあって、ラストリゾートってシューティングなんだけども、そのね、2面のボスが火炎を放射するんだよ。その火のドット絵と、キングオブファイターズの陳新山の超必殺技って火吹くんだけど、その火、これコピペだろうなっていうのが全く同じなんだよね。実際コピペなんですかっていうことを聞きたい。そんなこと聞きたい。いやね、ラストリゾートとキングオブファイターズって他のネオジオのゲームと全然ドット絵のタッチ違うんだよね。その辺聞いてみたいな。いつか聞けるといいね。てか DM かなんかで聞けなんだこいつたださ、これ結構古いゲームのね、ドット絵見るの面白いよ。ハイライトにどんな色使ってんのかとかすんごいわかりやすい。ドットだからさ。あれなの、バルキリープロファイルの時のドット絵は夢中になってなんかやってよ、私。そうか。
それゲームが面白かったですっていう話かい？ゲームも面白かったし、絵も好きだったりとかして、めちゃくちゃハマって、直接テレビにラジカセ向けて音取ったりとか、そのドットの絵の真似してビーズでなんか作ったりとか。ああ、そんなことやってたんだ。まあ、あれはね、うん。あれは名作だ。それは、あのゲーム出た時、私無職でしたから。なんか、1、2ヶ月何も仕事してなかった時期なの。そればっかりしたもん。私大学生だった。うん。確か留年して。結構ね、ストリートファイターの道着キャラのね、道着のハイライトの入れ方とかたまに見るんだよね。もうこんな色使ってんだとかね。面白いで結構。まあ、ちょっと関係あるようなないような話が。ないね。いやいや、昔のドット絵結構参考になるって結構いい情報だと思うけどね。なんかさ、たまにさ、なんか雑談しながら、塗ってますみたいな感じでさ、2時間ぐらいの動画上げてる人とかいるけどさ、一人でずーっと喋ってるのすごいよね。それは雑談なのかな？まともに聞いたことないからわかんないけど、いや、2時間とか一人で、だってコメントなしでだよ。ライブじゃないから。なのに二人いるのにさ、沈黙がすげえある、うちらって何なんだろうと思って。なるほどね。うん。しかもたかが数十分で。いや、これ、いやいや、あれだよ、多分さ、2時間垂れ流しでさ、なんかやってろって言われたら多分喋れる。でもこれちょっと、いやいやいや、僕たち2人でね、これちょっとやっぱ構えちゃうんだよ、これ。なんか、なるべく有益なことを言わなければならない。もう、なるたけって言いそうになったぞ。ちょっと、年寄り臭いけど、なるたけって好きなんだよね。なるだけ有益なことを言わなきゃならないって思っちゃってさ。これあれだね。左右で金髪の色違うんだね。そうなんですよ。いや、最初はね、同じ、もっと明るい黄色で塗ってたんだ。ただなんか変だな。ちょっと暗くしようと。まあそんな程度のことだよ。これ影で、シャバめですね、またこれ。これ溝が深い部分だから。ちょっとシャバシャバやるだけで雰囲気出ますね。してるんですかって聞こうと思う。そうか。これチューブの方がシャバにしやすいのかな。チューブの方がシャバシャバにして乾いた時に変なムラになることが少ない。うん。これシャバシャバで塗った後は、ちょっと丁寧に洗わないと根元に残ってて、それが蓄積されてくんだよな。筆って昔に比べたら長持ちするようになったって言ってたけどさ、なんか変わった塗り方の問題？
まずね、一番大きい原因は、メタリック塗料をほとんど使わなくなっちゃったっていうのが多分大きいんだと。多分、メタリック塗料の粒子でまず筆死んでたんだと思うの。それと、先端にしかつけなくなったからかな。塗料を。多分。少しでも根元に行くようだったらもう洗ってみたいな感じ？そうだね。多分、洗う頻度も昔より増えてんじゃないかな。そうそう。まあ、こう、筆に塗料つけてさ、塗ってったら、まあ、ついつい夢中になっちゃってさ、中断したくなくなったりするのね。でもそうなるとさ、もう、そもそも筆についてる塗料がちょっと固まっているという状態になって、あ、やべえって言って洗うみたいなのが昔あったんだけど、今もうそれはない。じゃあ、どれくらいのリズムで洗ってんですかって言われたら、ちょっとそれは言語化が難しいね。なんか、多分ずっとやってて、把握したタイミングみたいな感じなんだと思う。じゃあ、筆に水分も含んでて塗料もまだあるけど洗ってるってことかね。多分そういう状態なんだろうね。なんか若干のロスがあるんだと思うんだけどね。まあこれ今回その筆洗ってるとことか筆をモデルまで持ってくやつとか全部カットしてるからね。ああ、そうだな。それだけで相当時間半分ぐらい減るからね。ああ、そうだ。カメラ回し始めたけど、ね、すぐ着手しないとかね。その筆洗うやつとかさ。うん。ああ、そうだな。ああ。いつかね、パレットがどうなってるのかも、なんか小窓みたいにしてできればいいんだけどね。うん。ただね、あんまりね、人に比べてパレット面白くないんじゃないかなって思うんだよな。そう。私の声小さくて入ってないんじゃない？あんまり混ぜてないとかかな。そう。他の、なんていうの、すごい、上手い人のパレットってのはなんかね、情熱を感じるよね。なんかたまに見るけどさ、なんかもう、それこそ赤、白、青、黄色とか、それぐらいでなんか混ぜて色作ってみたいなのをやってるから、そういう人はまあパレットみたいかなと思うよね。うん。今どちらかというと、情熱ってどういうことですかっていう、でも拾ってほしかったんだけど。いや、まあ今言ってたことなんだ。少なめの色でガンガンその場で調色して塗ってる。情熱っていうより勢いかな。なんか、今、ノリノリで、今ノリノリで、その突破にある色を使ってガンガン塗ってますっていうのを感じられるな。上手い人のパレットってのは。あ、点描が始まったぞ。点打ってんだけど、今度ちょっと点がなんか悪目立ちな感があって、で、後で、グレージング気味にもう一回、こう、最初に塗ってたみたいな感じで線引いて、馴染ませるみたいな。これちょっと若干わかりにくいけどさ、毛先ピッてなってるやつ使ってるのはわざと？まあそうだね。これ一番点打ちやすいんだよね。これクイッが逆にいいみたいなね。うん。ちょっともう先っちょが若干なんだろうね、平たくなってるって言えばいいのかな。うん。新しい、すごいとんがってる筆だと、ドット打つっていうのがちょっとやりにくいんだよね。うん。これは、ハイライト、エッジハイライト的な感じだな、これはもうすでに。一番明るい色？
まあ、一番明るいか2番目。一番明るい色かな、さっきの色は。あの色好きだよね。ああ、使いがちだ。あれないと生きていけないわ。すごいぼやけ方してるよね。お、なんか、あれだね。水滴ついたみたいな。こんなこんなでもう終わるのか、これ。おお、そうか、そうか。あと1分ぐらいで終わりまそうか。す。なんだあ、これ、あれか。頭だけか。これ首から肩にかけてはまた別の日だね。あ、別のお話だ。あと、エイリアンっぽいよね、これね。あれこの触覚みたいな。うん。うん。実はね、エイリアンのソフビキットとかもね、あるんだけどな。うちに。うん。いつかリペイントしようだっけ？いや、じゃあ、リペイントじゃない。普通にペイント。うん。あ、終わった。では、テルストーンでした。特にない。ひまわりでした。またにー。